こんにちは、モネです。今日の動画は毎月恒例の1ヶ月を振り返る手帳の中身動画です。実は今月手帳を新調しました。大きな手帳のお引っ越しをしたので見てみてください。動画を見てて気になったポイントや質問はぜひコメントで聞いてみてください。動画の感想もいつも嬉しいです。それでは今日も楽しい手帳時間いってみましょう。今月は手帳を変えました。今までの1ヶ月の振り返りで一番大きな変化なんじゃないでしょうか。人生で初めてシステム手帳を手に取って1年間すごく楽しい時間を過ごせました。ノートタイプからシステム手帳に変えるとき、本当にちゃんと使ってあげることができるのか心配だったんですが、1年間使ってみてシステム手帳大好き人間が出来上がりました。これからもシステム手帳を使っていきたいなって思ったので、1年間使うことができたらお迎えするんだってちょっとね、心に決めてた憧れのイルビゾンテのフラップシステム手帳をお迎えしたんです。それに伴って今まで英語サイズだったものからバイブルサイズに変わります。新しい手帳についてはこちらの動画でたっぷりお話ししてるので、よかったらこちらの動画も見てみてください。サイズを変えても私のバレットジャーナルの構成は変わりません。私のバレットジャーナルは見返しやすいように3つのセクションに分けてます。年全体に関わる場所で、マンスリーログで、コレクションページ、この3つに分けていて、年全体とマンスリーログの前、それとコレクションページの前の2箇所にインデックスページを挟んでいます。そしてバイブルサイズでもマンスリーログはテンプレート化しました。確定申告が1月から12月までの申告なので、私は1月始まりを使ってきました。手帳を変えたからといって4月始まりだと後々困るので、全てをお引っ越ししました。ちょっとね、今年だけ4月からでいいんじゃねって声も聞こえてきそうですが、どうしても1月から3月分もまとめておきたくて、もうね、手間なのは重々承知です。だけどちょっとね、書き直しました。なので今月は本当にたっぷり手帳タイムを取りました。実にね、全引っ越しに丸48時間使いました。こんなにね、手帳時間をたっぷり取ったの久しぶりだったので、めちゃくちゃ楽しかったです。同じことをね、2度書いてるので、自分で自分にバカじゃないのってなったんですけど、同じような経験をしたことがある人がいるといいななんて願ってます。改めて今月の手帳の中身です。マンスリーログからいってみましょう。4月の表紙は万年筆。表紙代わりのカレンダーの前にはトレペを挟むようにしてます。そんなトレペの中表紙の作り方の動画はこちらの動画で紹介しています。よかったら見てみてください。今回は飲食店、ミストで注文すると一緒についてくるテロテロの紙あるじゃないですか。ドーナツを挟むためのあれです。英字新聞版が私の家にあったので、それを挟んでみました。薄い紙が1枚入るだけで紙の表情が変わってくれて、めくるのがすごく楽しくなります。カレンダーページはこんな感じ。やっぱりバイブルサイズは英語サイズに比べてスペースが小さくなるので、文字はいつもより小さめに書くようにしました。ちょっとね、いい感じにできることができず、至ってシンプルな状態です。これはこれでいいなって思ったので、シンプルを極めるのもいいかななんて思ってます。次のページはタスク管理ページ。このページも至ってシンプルですね。英語サイズの時はタスクの前にハビットトラッカーと縦カレンダーを入れてたんですが、バイブルサイズでは違うページに移動させました。そして週間ページをなくして、そのままダイアリーページが来るようにチェンジ。というのも、週間ページでは毎週その週に一番印象に残ったことを書いてたんですが、特別な日だけ日記を書くようにしていた私は、週間ページとダイアリーページの内容が被ってしまったんですよね。週間ページで1週間日記をやめたら、他に何か書けることってあるのかなって考えて、家計簿的なものを週間ページでするのも良かったんですが、
お金の管理は全部マネーフォワードっていうアプリを使っているので、重複しちゃうのもなんか嫌だなって思った結果、結局潔くなくしちゃいました。折りたたみリフィルはバイブルサイズでも健在です。2つ折りだとちょっと小さかったので、A4 の紙を縦 170mm、横 260mm にカットして三つ折りにして使うことにしました。そして今までね、曜日とか入れてたんですよ、ちゃんと。毎月曜日を打ち込むのが大変だったので、土曜を青丸で日曜日と祝日を赤丸にして使うことにしました。そしてね、裏面がだいぶ変わりました。以前は1日行動記録表だけだったんですが、こちらにマンスリーログでなくなっていたハビットトラッカーや仕事の簡易的売上表を持ってきました。1日行動記録表はだいぶ小さくなりましたが、毎度マステを切って貼ってがなんだかんだで時間がかかるので、マーカーで引くことにしました。今回ね、補助線が上下にあるので、なんとかまっすぐ引けてます。感激です。そういえばね、以前マーカーを引くのが苦手って話をしたんですが、そのことを覚えててくださった方たちが筆箱紹介の動画でマーカー引けるようになってるって褒めてくれて嬉しかったです。いや、ほんとみんなね、優しいかよって思ってありがとうございました。毎月月が終わりきる前に1ヶ月の振り返り動画を撮っていたので、どんな風に最後1日行動記録表がなるか紹介していなかったなって思ったので、今回紹介しようと思います。最終的にこのマーカーを色ごとに足して、その月の日数で割って1ヶ月の平均を出してます。こちらは3月のものなんですが、1日平均何時間寝てるのか、で1日平均何時間仕事してるのか、こうやって自分の実際に過ごした時間を数字で見ることで、時間の使い方をどんな風にしていきたいか計画を立てる材料にしてます。例えば3月は体調を崩してしまったのもあるんですが、よく寝て仕事をあまりしなかったので、来月はしっかり仕事しようとか、睡眠時間にばらつきがあるから寝る時間をしっかり決めようとか、時間の使い方を見直す方法はまた後日紹介しようと思います。ちょっとね、言葉にするのが難しくて動画にするのを手こずってます。ここからはコレクションページ。こちらも英語サイズからバイブルサイズにお引っ越ししました。今まで使っていた英語のバインダーにコレクションページ、バイブルサイズのものにスケジュール系って分けようかと思ったんですが、ちょっとね、複数の手帳の使い分けは私にはちょっと難易度が高すぎて、で結果バイブルサイズに全てお引っ越しさせました。今のところコレクションページにはしいたけ占いをまとめているページ、ダイエットのページで、映画の鑑賞記録ページ、読書ページで、美味しいものの記録ページ、そしてその他っていう感じになってます。その他にはウィッシュリストとバケットリスト。私はウィッシュリストには今年1年かけて叶えていきたいことを細分化して書いて、バケットリストにはこの1年関係なく死ぬまでにしたいことたちを気が向くままに書いています。すぐには叶えられないだろうけど大きな夢を書いています。ウィッシュリストを作るときってやっぱり叶えたいって思って作ってる人が多いと思うんですよ。だけど1年経ってみると全然叶えられてないなんていう人も多いんじゃないでしょうか。作って終わりじゃない叶えられるリストにするために大事なポイントを紹介した動画をアップしているので、気になる人はこちらの動画をご覧ください。新しく増えたページは今月手帳のお引っ越しでいっぱいいっぱいで作れませんでした。今日の動画は1ヶ月を振り返る手帳の中身動画でした。英語からバイブルサイズにお引っ越しということで大工事だったんですけど、これでね、コロナ明けも打ち合わせで外に持ち運ぶのに便利になったかななんて思います。来月はコレクションページ増やしていきたいところです。ということで今日も最後までお付き合いありがとうございました。今日の動画が参考になったよっていう方や楽しかったよ、応援してるよなんていう方はぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。いまいちだった場合も正直にバッドボタンを押しちゃってください。
もっと楽しんでもらえる動画を作ろうって思わせてくれる私にとって大切なボタンです。それではまた金曜日にお会いしましょう。モネでした。